個数とか注射の量関係なくもう一律40万、10個超えようと思ったら2回ぐらいは最低採卵を考えないといけない。個人として選択したい5種類頑張っていただいて実はなんかちょっと求心じゃないですか。世の中のそういう基準というか常識みたいな世間の目とかにあまりとらわれないっていうのが大事。一番多いやる理由は今結婚するようなパートナーがいないから。社会課題だなっていうことに自分で気づけた。自分の経験を武器に。私の妊娠出産のタイミングっていうのはもう本当に綿密な計画派です。働く女性のウェルビーイングをみんなで考える。来てくださってる方、最初のアンケート答えていただいたと思うんですけど、半分くらいの方がピル使ったことありますっていう方で、結構高い確率ですか？どうですか？そうですね、うちのユーザーさんも半分が使った、でも 45% が使ったことないって感じなんですけど、やっぱり世の中的に半数の女性とか結構使ってきてはいるんですかね。かもしれないですね。確かに実際絶対服用率高まってますよね。みんなどこで最初買ってるんですかね。今はねオンライン診療あるけど、病院じゃないですか最初の出だしは。でも結構1ヶ月で辞めたっていう方も多いなっていうのを採用期間印象があって、を乗り越えきれなかったっていう方いますよね。徐々に体が慣れてくるのにみたいな。そこでちょっともったいないなと思ったり、あとはその1種類試してダメだったからやめたみたいなね。でも5種類頑張っていただいて実はなんかちょっと求心じゃないですか。すごいちょっとその話一瞬お願いします。本当に私も最初はクリニックで、名前忘れちゃったんですけど、そうですね、あと生理日を移動するコントロールするっていうのでちょっと重いじゃないですか、プラノバール、そう、それはPMS の目的じゃなくて飲んでたんですけど、やっぱすごいそれも結構副作用はあって、だからなんかそうですね、やっぱ最初に低用量ピルを飲んでからはやっぱしばらく本当に不正出血がずっと続くっていうところもあったし、吐き気みたいな症状があったので、多分クリニックに行ってもう一回違うものを出してもらうっていうのは、先生も結局正解がわからないから、もうこれダメだったら、これもあるけどみたいな感じでどんどんこうなんか潰していく感じだったので、なんかだんだんやっぱ疲れてきちゃって、でも私の場合はやっぱ5種類変えるところまでは粘ったので、すごいなんか諦めないでそうですね、探し続けるっていうのは全然ありだと思います。ありがとうございます。あとですね、多分皆さんやっぱりこのね会場にもさせていただいたんですけれども、卵子凍結の話だったりとか、せっかくゲストもいるのでね、聞きたいこととか、はい、じゃあお願いします。グレイさん安いですよね。はい、1回その2週間誘発とか採卵代も全部含め卵子凍結するところまで40万円です。多分一般的に100万とかしますよね。そうですね、最近安くなってきてても、結構卵子凍結取るって注射ご自身でちょっとやっていただかないといけないんですけど、生理が始まってから3日目までにまず来ていただいて、1週間ご自身でだいたい1日に1回とか2日に1回注射します。でその注射の1本がだいたい1万5,000円とか2万円本来するんで、5、60万いくところが多いです。で、うちはなんでその設定にしてるかっていうと、やはりそれだけ、経済力ももちろん皆さんそれ以上にあるとは思うんですけれども、そこでご負担に感じてそこを避けるっていうんじゃなくて、より若いうちからやっていただくことが一番の卵子凍結のソリューションの意義だと思ってるので、そこを第一に考えて、であとはその人の注射の量とかその人の個数で値段が変わるところが多いんですけど、それだとやっぱり最終的な金額がもしかしたら100万になるかもとか、でもしかしたら30万かもしれない、40万かもしれないけどっていうところだとやっぱなかなか踏み出しにくいっていうところがあるので、そこも個数とか注射の量関係なくもう一律40万っていう形で
やることにしてます。で、人によってやはりかかる金額っていうのは最終的には違ってきます。なぜかというと何個を卵子取りに行くかっていうところで考えるからです。で、例えば今のご年齢の AMH の平均値からしますと、平均でもし平均だったらですよ、だいたい1回で6、7個が卵子として取れる数になってくるので、じゃあ10個を超えようと思ったら2回ぐらいは最低採卵を考えないといけないというところになるんですね。で、1回で40万、うち2回目以降30万なので、採卵代金でだいたい70万円かかります。で、そこから保管の料金が1回ごとに年間4万5千円ぐらいかかるので、年間で言うと2回分だとすると9万円を毎年払っていくっていう形になります。で、それを、そこまでの金額じゃないなって思われるのであれば、もう、ぜひ、来ていただいて、ご相談して。で、AMH が高ければ、より個数が取れるし、AMH がもしそれよりも低い場合には、やっぱり1回で取れる卵の数っていうのも限られてしまうので、もう少し回数をやらないと10個までは到達しないかなっていうところで、あとはその最終目標を10個にするのか、20個とか30個、人によっては60個を目指す人とかがいるんですよ。卵子取るの。なので、そのあたりはもうほんと人それぞれにはなります。なんで、そのぐらい何個でどれぐらいのパーセンテージで、もちろん 100% っていうものではないんですけれども、漠然とちょっとこのまま年を重ねて、お子さんを持てるのか不安っていう方に、まずはご自身の今の状況を知っていただいて、できるソリューションとして一つ選択肢にはなるのかなということでご説明してます。一番多いやる理由は、今結婚するようなパートナーがいないから、1、2年先がわからないからっていう理由です。皆さんキャリアアップのため、あと2、3年妊娠できないしなとかじゃないです。アメリカもそうです。っていう感じがリアルですね。はい。まずは保管しておこうっていう。そうです。とりあえず保管一回やってみようぐらいな感じの人もいますし、もちろんそんな、簡単な選択ではないと思うので、まずは今のご自身の状況を知っていただいて、その卵子凍結の中には、うちのホームページとかで書いてるんですけど、実はヨーロッパでは医学的適用に入ってる方、日本では社会的適用になってるんですね。今のアリサちゃんみたいな総発卵巣不全のリスクが高い方、なる可能性が高い人とか、子宮内膜症というご病気がある方は、ヨーロッパでは補助金が出るような医学的適用に入ってます。でも、日本はそういった方は社会的適用なんで、補助金とかない、ご自身でお金出してやってっていう中に入っちゃってるので、まずはそういうのじゃないかなっていうのもチェックしに来ていただけるとありがたいなとは思います。ありがとうございます。他に質問ある方とかいらっしゃいますか？はい、お願いします。どういう時に一番ボトルネックになってるなみたいにありました？皆さん。私は今というよりかは、その最初妊娠した時ですねはもう12年前なんですけど、今ほど全然理解がない社会だったし、もう会社のそういう激務系の会社超男社会ですし、特にその中でも広告系もう本当に大変そう、体育会なところで、なんか女性社員がおっさん化していくのがむしろ当たり前みたいな感じだったので、なんか妊娠なんて口が裂けても言えないような、なんかそんな空気だったんですよね。なんかそれね、チャック女子っていうらしくて、岡島悦子さんの本に書いてあったんですけど、私も聞いた。それ皆さん後ろにチャックがあって、なんか女性な感じなんだけど、なんかチャックをこう開けて中身出すとなんかおじさんみたいなチャック女子でした。いやでも本当にそうで、本当そうでした。で、私はでもそれがすごい嫌だったんですよ。なんで女性なのに女性を隠さなきゃいけないんだろうっていうのがすごい違和感があったので、かなりチャレンジングではあったと思うんですけど、やっぱりその結婚とか妊娠っていうのを広告会社平均よりも結婚年齢遅いですし、出産も遅いんですよね。これは事実なんですけども、やっ
ぱりそこは私は個人として選択したいっていう意思がすごいあったので、そういう意味ではちょっと周囲に迷惑をかけてしまったとは思います。やっぱり産休入るまでは働けると思ってたのがつわりがひどくて全然働けなくなっちゃったので、そういう意味では会社にはすごい迷惑をかけちゃったんですけど、でも結果として早くにそういう選択をしたことで、やっぱりこの課題がすごく解決しなきゃいけないことだなっていう、すごい社会課題だなっていうことに自分で気づけたので、なので、そういうキャリアとか離婚とかそういう意味で自分が経験をしたことで今こういう事業をやったりとか、実際に社会も変わってきているっていったところに少しでも本当に一助になれたらなっていうところがあるので、今はもうそういう自分の経験を武器にというか、もう堂々と、そうでしたっていうところでなるべくそうあらないようにはしてるんですけど、でも人のそういう不調とかそういうことにも理解ができるようには自分もなったと思うので、今はですね、そういう意味ではそこはあまり何でしたっけ、問題になってないというか、問題にしていないならないようにやってる。なかったことにされていたこととかを、そうですね、ちゃんと発言して事実にあったよという。なのであまり周囲に合わせない、自分の、やりたいことを我慢して、世の中のそういう基準というか、そういう常識みたいな、そういう世間の目とかにあまりとらわれないっていうのは大事なのかなとは思ってます。いや本当にそうですよね。あとその勇気を得るっていうのもありますよね。お二方はどうですか？じゃあ多分ちょっとキャリアプランとしてはもしかしたら参考にならないかもしれないんですけれども、私の妊娠出産のタイミングっていうのはもう本当に綿密な計画派です。で、自分が産婦人科の専門医っていうのが、医者になって6年目ぐらいに試験があるんですけれども、その試験の1ヶ月前に出産をしました。で、その出産をするっていうタイミングももう自分でここで妊娠したらここで出産になるからっていうのを全部計算していて、で、もちろん1回では無理だっていうのは、タイミングとかとっても無理だっていうのは分かってたので、3回ぐらいの猶予を持って、もしこの3回で妊娠しなかったら試験がある間は半年ぐらいはお休みになるから、その半年間で不妊の検査をしようと、全体のスクリーニングをしようと思って、でその後そこで何かしら引っかかったらもう次体外受精に行こうぐらいな感じで結構綿密に計画して妊娠出産しました。でその結果できる限りキャリアにおいてもその間の時間っていうのは作りたくなかったので、出産して1ヶ月後に試験を受けて、で試験受けた2ヶ月後、つまり子供が3ヶ月になったところからフルタイム復帰で、5ヶ月から当直に入るっていう形でやってまして、で57日からお子さんを預けられる場所っていうのはあるっていうのを知ってて、でまたそうですね、小さいお子さんってね、預けるのがもう年齢の制限があるサービスが多いですからね。なんであとは事前にどこまで準備できるか、必ず預けられるように自分である程度これであれば預けられるみたいなのは調べて、最短で復帰できるようにっていうふうに考えてやった派かもしれないです。不妊の原因になっている女性の方が私かなって思ってしまうけれども、だけではないっていう、半分半分くらいって言ってましたっけ？半分なんですよね。で男性を調べるのに抵抗がある方も多くって、厚労省も、男性も原因っていうのは分かってるし、一緒にやっていくもの、不妊治療において男性が必ず同席をするっていうのが保険適用の条件になりました。毎回ルブタンとかフェンディ買えるやみたいなもうびっくりですよ。20代の私にとっては、私多分1800万ぐらい使ってて、ですよね。